母の子供たちを立派に育てたチョビ。子供たちは元気に育ちました。チョビも母の風格が出てきたように見えます。子供たちも大きくなりました。長男の葵、とても活発な子です。次男の優です。私を見つけると飛びついてきてくれます。末っ子で長女のプチ。少しおとなしいけど元気に飛び回っています。巣立っても子供たちはお母さんのことが大好き。けど、葵はあまり近づきません。微妙な距離を保っています。お母さんのそばに寄ってきたプチ。お母さんに触ろうとすると、怒られた。それでもプチは近づこうとしました。ただ、お母さんと遊びたいだけなのに。チョビは子供たちを近づけようとしませんでした。なぜ、チョビは子供たちを突き放すのか。それは、チョビの小さい頃に戻ります。右側にいるのが巣立った頃のチョビです。真ん中にいるのがママ。左側にいるのがパパです。チョビはママのことが大好き。ママに近づこうとすると怒られて近づけない。いつも一緒に遊んでくれたのがパパでした。ママは早く親離れして一人で生きていけるように、自立を促すためとの母の思いがあり、子供に厳しく当たり、突き放したのかもしれません。それでもママのことが大好きなチョビは、離れすぎず近づかない距離感でママのそばにいました。ママの育て方を受け継いだチョビ。冷たく見えるかもしれないけど、大切な子供たちが早く自立できるようにとの母の思いがあり、厳しく接しました。それでもチョビのことが大好きな子供たち。チョビは子供たちに厳しく当たるのが辛くて隠れているのに、チョビを見つけて寄ってくる子供たち。厳しくされても突き放されてもお母さんのことが大好き。きっとこの子たちは大きくなった時、母の思いがわかるようになり、子供の育て方を受け継いでいくのだろう。子供たちが巣立って2年が経ちました。チョビは今、のんびりと過ごしています。この2年の間に、いろいろなことがありました。優しくて大好きだった彼氏が天国に行ってしまいました。そしてお姉ちゃんやお兄ちゃんたちも旅立ってしまいました。だんだん知っている子が少なくなっていき、一人ぼっちになることが多くなりました。けど、悲しい出来事ばかりではありません。チョビの子供、末っ子のプチに、かわいい赤ちゃんが誕生しました。プチはかわいい子を大事に、大切に育ててくれました。そして長男の葵が大好きなママとの間にかわいい子を授かりました。葵は子供を頑張って育ててくれて立派なお父さんになりました。悲しいことも嬉しいこともありました。今はのんびり過ごしているけど、まだまだおばあちゃんと呼ばれるにはまだ早いです。チョビを頼ってくる年下の子もいます。家族のためにずっと元気で
長生きしてほしい。ずっと、かわいいチョビで、いてほしい。しかし、この1年後、体調を崩したのでした。新しい家族が増えました。お休み中の子供たち。まだまだ小さい、下の子のお話です。それから2ヶ月が経って大きくなりましたが、他の子のように飛んで家族の中に入ることができませんでした。そう、この子は飛ぶことができなかったのです。巣を飛び出してみたものの、みんなを怖がり、自分でご飯を食べれませんでした。すぐにケージに保護し、様子を見ました。この飛べない子をチコと名付けました。飛べないと言っても元気いっぱいのチコは、ケージを飛び出しては私が連れ戻していました。その時、パパがチコを見つけたのです。パパがご飯を与えてくれて少し安心しました。とは言っても、パパがずっとそばにいるわけではありません。チコはパパがいなくなったら、パパを探しにケージを飛び出したのでした。チコは放浪した上、パパとママの新しいお家を見つけました。パパは優しくお出迎えしてくれました。そしてママを見つけました。ママとは巣立って以来の再会です。チコはママに甘えようとしましたが、怒られて突き放されました。優しかったママなのに、チコは寂しい思いをしました。もうお家に戻ることができない。チコは寂しい思いを抱えながらさまよいました。その時、チョビおばあちゃんと出会いました。チョビは他の子が近づくとものすごく怒るけど、チコに対しては受け入れて寄り添ってくれました。チョビは巣立ったばかりの小さな子の思いを理解して優しくしてくれました。寂しくて不安だったチコも安心してチョビに寄り添いました。チコをケージに戻してもチョビはそばにいてくれました。チョビおばあちゃんに甘えるチコ。チョビは飛べないことの辛さ、ママに近づけない寂しさ、みんなの中に入ることの怖さ、全部理解して受け止めてくれました。チョビはこの子が大きくなるまでそばにいてあげようと思いました。日に日に体調が悪くなり、命が尽きるまで最後の子育てをすると決めました。数日後、大きくなったチコはいろんな子が寄り添い支えてくれて、みんなのことを怖がらなくなり、家族の中に入ることができました。まだ飛ぶことができないけど、みんなで仲良く過ごしています。最後の子育てが終わったチョビ。あまり動けなくなりました。ケージの中で療養していると、チコが入ってきて添い寝してくれました。優しい寝顔でした。小さい頃から変わらない可愛い寝顔でした。そして永遠の眠りにつきました。飛ぶことができなかったけど、3羽の子供たちを立派に育て、みんなのお手本のお母さんでした。ずっと可愛いチョビはいろんな男の子から声をかけられて、みんなのアイドルでした。そして私にとってお姫様でした。チョビ、
我が家の子でいてくれて、ありがとう。